こちらはトランジスタ。これまでの歴史で発明された中で最も重要なデバイスの一つです。今回の動画では、そんなトランジスタがどのように機能するかを詳しく学んでいきましょう。トランジスタには様々な形状とサイズがあります。主なタイプといえば、バイポーラトランジスタと電解効果トランジスタの2種類があります。今回の動画では、主にバイポーラトランジスタの方に焦点を当てます。トランジスタは2つの主要な機能を備えた小さな電子部品であり、回路を制御するためのスイッチとして機能したり、信号を増幅することもできます。小型の低電力トランジスタは内部部品を保護するために樹脂ケースに収められていますが、高出力のトランジスタには時間の経過とともにコンポーネントに損傷を与える可能性がある熱を除去するために部分的に金属製のケースに入っていることが多く、通常このような金属ボディトランジスタは不要な熱を取り除くのに役立つヒートシンクに取り付けられています。例えば、こちらの直流安定化電源の内部には大きなヒートシンクに接続されたモスフェトランジスタがいくつかあります。ヒートシンクがないと、コンポーネントはわずか 1.2A の電流で摂氏45度に素早く到達し、電流が増加するにつれてどんどん熱を持ち始めますが、小さな電流の電子回路の場合には、ヒートシンクを必要としない樹脂ボランジスタを使用することができます。トランジスタの本体にはいくつかの文字列が書かれており、この文字を読むことで部品番号を理解し、メーカーのデータシートを見つけることができます。トランジスタはそれぞれ特定の電圧と電流を処理できるように定格されているため、データシートを確認することは取り扱う上で非常に重要になります。トランジスタを見てみると、E、B、C のラベルがついた3つのピンがあることがわかります。それぞれエミッター、ベース、コレクターを表し、通常これらのフラットエッジの樹脂ボディタイプトランジスタでは、左側のピンがエミッター、真ん中がベース、右側がコレクターという配置になっています。ただし、すべてのトランジスタがこの構成を使用しているわけではないので、必ずメーカーのデータシートを確認してください。電球をバッテリーに接続すると点灯するというのは皆さんもご存知かと思います。そして回路にスイッチを取り付け、電源を遮断することで照明を制御できます。ただしこの場合、人間が手動でスイッチを制御する必要があります。ではどうすればこれを自動化できるのでしょうか。ここでトランジスタが使われるというわけです。トランジスタは電流の流れを遮断しているため、ライトはオフになっていますが、真ん中のベースピンに小さな電圧を供給するとトランジスタが起動し、視界量に電流が流れ始め、ライトが点灯します。さらに制御ピンスイッチを配置して、遠隔で操作したり、センサーを配置して制御を自動化することもできます。通常、トランジスタをオンにするには、ベースピンに少なくとも 0.6 から 0.7V を引火する必要があります。例えば、こちらの単純なトランジスタ回路を見てみましょう。主回路の両端に 9V の電源を備えた赤色 LED があります。ベースピンは直流安定化電源に接続されており、回路図はこのようになります。ベースピンへの供給電圧が 0.5V の場合、トランジスタはオフになるため、LED もオフになります。0.6V では、トランジスタはオンになっていますが、完全ではなく、トランジスタがまだ主回路に全電流を流していないため、LED は暗くなります。次に 0.7V の場合、トランジスタがほぼすべての電流を流しているため、LED は明るくなり、0.8V では LED はほぼ最高輝度になり、トランジスタは完全に開いた状態になります。つまり何が起こっているのかというと、小さな電圧と電流を使用して、より大きな電圧と電流を制御しているというわけです。これまででベースピンの電圧がわずかに変化すると、主回路に大きな変化が生じることが分かりましたね。つまり、ベースピンに信号を入力すると、トランジスタは増幅器として機能するというわけです。例えば、ベースピンの電圧信号を変化させるマイクを接続すれば、主回路のスピーカーが増幅され、非常に基礎的なアンプを作ることができます。通常、ベースピンには 1mA またはそれ以下といった非常に小さな電流が流れ、コレクターの電流は 100mA のようなはるかに高いものとなります。これら2つの比率は電流ゲインと呼ばれ、記号ベータを使用します。詳しい比率はメーカーのデータシートで確認しましょう。こちらの例では、コレクターの電流は 100mA、
ベース電流は 1mA であるため、比率は100を1で割ると100になり、この式を並べ替えて電流を見つけることも可能です。バイポーラートランジスタには NPN 型と PNP 型という2つの使用タイプがあります。2つのトランジスタの見た目はほぼ同じなので、どっちがどっちなのかを判断するためには部品番号を確認する必要があります。NPN 型トランジスタには主回路と制御回路があり、両方ともバッテリーのプラスに接続され、制御回路のスイッチを押すまで主回路はオフになっています。ここでは電流が両方のワイヤーを通ってトランジスタに流れていることがわかりますよね。主回路は取り外すことができますが、トランジスタを通って電流がバッテリーに戻っているときにスイッチを押すと、制御回路の LED が点灯します。こちらの簡略化された例を見てみると、スイッチが押されたとき、5mA がベースピンに流れ込んでいます。コレクタピンに 20mA が流れ込み、エミッタから 25mA が流れ出します。つまり電流はトランジスタ内で結合します。PNP 型トランジスタでも主回路と制御回路がありますが、エミッタはバッテリーのプラスに接続されています。制御回路のスイッチを押すまで主回路はオフになっており、PNP 型では電流の一部がベースピンから流れ出てバッテリーに戻り、残りの電流がトランジスタを通ってメイン LED を経由してバッテリーに戻っていることが見てわかりますよね。主回路を取り外しても LED の制御回路はオンのままです。こちらの例ではスイッチを押すと 25mA がエミッタに流れ込み、20mA がコレクタから流れ出て 5mA がベースから流出します。したがって電流はトランジスタで分割されます。それではこれらを並べて配置して比較できるようにしてみましょう。トランジスタはこのような記号で電気図面に示されています。矢印はエミッタリードに配置され、矢印は電流の方向を指しているので、これにより回路に接続する方法がわかります。トランジスタがどのように機能するかを理解するために、まず頭の中でパイプを流れる水を想像してみてください。塞ぐまでパイプの中を自由に流れる水です。そこで小型のパイプをメインパイプに接続し、この小さいパイプ内にスイングゲートを配置すると、滑車を使用してディスクを動かせます。さらにスイングゲートが開き、より多くの水がメインパイプを流れることができます。スイングゲートは少し重いので、少量の水では開けられず、ゲートを強制的に開くには、一定量の水が必要になります。この小さなパイプに流れる水が多ければ多いほど、バルブがさらに開き、メインパイプに流れる水が増えます。これこそが NPN 型トランジスタの本質的な仕組みです。私たちが電子回路を設計するとき、電流を使用するということは皆さんもご存知かと思います。したがって、この NPN 型トランジスタ回路では、電流がバッテリーから正に流れ、コレクタピンとベースピンの両方に流れ、次にエミッタピンから流れると想定しています。私たちは常にこの方向を使用して回路を設計します。しかし、この動き、実際の動きではなく、電子はバッテリーのマイナスからプラスに流れているのです。この動きは電子を発見し、それらが反対方向に流れていることを発見したジョセフ・トンプソン氏によって証明されています。したがって実際には、電子はマイナスからエミッタに流れ、次にコレクターとベースピンから流れ出し、これを電子流と呼びます。2つの理論の違いがわかるように、これらを並べてみましょう。ただ覚えておいてほしいのは、私たちは常に従来の電流を使用して回路を設計しているという点です。しかし、科学者やエンジニアはその上で電子の流れが実際にどのように流れているのかを理解しています。ちなみに以前の動画でバッテリーがどのように機能するかについても詳しく説明しています。概要欄にリンクを貼っておきましたので、ぜひご覧ください。さあ、電気というのはワイヤーを通る電子の流れであることは皆さんもご存知でしょう。導線が導体で、ゴム線が絶縁体です。電子は銅を通って簡単に流れることができますが、ゴム製の絶縁体を通って流れることはできません。金属導体の原子の基本モデルを見ると、中心に主要部があり、電子を保持する多数の軌道シェルに囲まれています。
それぞれのシェルは最大数の電子を保持し、電子は各シェルに受け入れられるために一定量のエネルギーを持っている必要があります。中心から最も離れた位置にある電子が最も多くのエネルギーを保持し、最も外側のシェルは原子価格として知られており、導体の原子価格には1個から3個の電子があります。電子は核によって定位置に保持されますが、電導体として知られる別のシェルがあります。電子がここまで到達できる場合、原子から離れて他の原子に移動することができます。銅などの金属原子では、過電子体と電導体が重なっているため、電子が非常に動きやすい環境になっています。絶縁体を使用すると、最も外側のシェルがぎゅうぎゅうの状態になり、電子が結合するスペースはほとんどないか全くありません。核は電子をしっかりと握っており、電導体は遠く離れているため、電子はここに到達して逃げることができません。つまり絶縁体には電気が流れません。ただし、ここで注目したいのは、シリコンなどに代表される半導体と呼ばれる別の素材です。このような素材では、原子価格内の電子が多すぎて導体にはならないため、絶縁体として機能しますが、電導体が非常に近いため、外部エネルギーを供給すると、一部の電子は電導体に飛び込んで自由になるのに十分なエネルギーを獲得します。つまり素材は絶縁体と導体の両方として機能することができるというわけです。純粋なシリコンには自由電子がほとんどないため、エンジニアはシリコンに少量の別の材料をドーピングします。これにより電気的特性が変化し、これを P 型および N 型ドーピングと呼び、これらの材料を組み合わせて PN 結合を形成し、挟んで NPN 型または PNP 型トランジスタを作成することができます。トランジスタの内部にはコレクタピンとエミッタピンがあり、これらの間に NPN 型トランジスタの場合、N 型素材の2つの層と P 型の1つの層があります。ベース線は P 型層に接続され、PNP 型トランジスタでは逆の方向で構成されます。内部の素材を保護するために、全体は樹脂で囲まれています。シリコンがまだドーピングされていない状態で、内部が純粋なシリコンであると想像してみましょう。各シリコン原子は他の4つのシリコン原子に囲まれ、各原子は原子価格に8つの電子を必要とします。しかし、シリコン原子の原子価格には4つの電子しかありません。それでこれらはこっそりと隣の原子と電子を共有して希望する8つの原子を得ます。これは共有結合として知られており、リンなどの N 型材料を加えると一部のシリコン原子の位置になるというものです。リン原子の原子価格には5つの電子があります。したがってシリコン原子は目的の8つを得るために電子を共有しているため、余分な電子は必要ありません。つまり材料に余分な電子があり、これらは自由に動き回ることができるということです。P 型ドーピングの場合、アルミニウムなどの材料を追加します。この原子の原子価格には電子が3つしかなく、共有する電子を提供することはできません。そのため、そのうちの1つは共有なしということになり、1つの電子が占有できる成功が作られるということです。これで2つのドーピング済みのシリコンができました。1つは電子が多すぎ、もう1つは電子が不足しています。2つの材料が結合して PN 接合を形成し、この接合により空洞領域と呼ばれる領域が発生します。この領域では N 型側からの過剰な電子の一部が移動して P 型側の成功を占有し、この移動により反対側に電子と成功が蓄積するバリアを形成します。電子は負に帯電しているため、成功は正に帯電しているとみなされ、この蓄積により、わずかに負に帯電した領域とわずかに正に帯電した領域が発生し、これにより電解が発生し、より多くの電子が移動するのを防ぎます。基本的に領域全体の電位差は通常約 0.7V になります。両端に電圧源を接続し、プラスを P 型材料に接続すると、順方向バイアスが発生し、電子が流れ始めます。
電圧源は 0.7V のバリアよりも大きくなければならず、そうでない場合、電子はジャンプできません。正が N 型材料に接続されるように電源を逆にすると、バリアに保存されている電子が正の端子に向かって引き戻され、正孔が負の端子に向かって引き戻されます。これにより逆方向バイアスが引き起こされました。NPN 型トランジスタでは N 型材料が2層あるため、接合部が2つ、つまりバリアが2つあります。そのため通常は電流が流れません。エミッタの N 型材料は高度にドーピングされているため、ここには過剰な電子がたくさんあり、ベースの P 型素材は軽度にドーピングされており、いくつかの成功があります。コレクタの N 型材料は適度にドーピングされているため、少量の過剰電子があります。ベースとエミッタの間にバッテリーを接続し、プラスを P 型層に接続すると、準方向バイアスが発生し、準方向バイアスにより電圧が少なくとも 0.7V である限り、バリアが崩壊します。そのため、バリアが減少し、電子が急いで P 型材料内のスペースを埋めることで、これらの電子の一部は正孔を占有し、バッテリーのプラス端子に向かって引っ張られます。P 型層は薄く、意図的に小さくドーピングされているため、電子が正孔に落ちる可能性は低くなります。残りは素材の周りを自由に動き回ることができ、わずかな電流だけがベースピンから流れ出し、過剰な電子が P 型材料に残るというわけです。次に、エミッタとコレクタの間に別のバッテリーを接続し、プラスをコレクタに接続します。コレクタ内の負に帯電した電子は正の端子に引き寄せられ、逆方向バイアスが発生、バリアの電子と正孔が引き戻されます。そのため、バリアの P 型側の電子は N 型側に引き寄せられ、N 型側の正孔は P 型に引き戻されます。P 型の材料にはすでに過剰な数の電子が存在するため、これらの正孔を占有するように移動し、バッテリーの電圧が高いため、引力ははるかに高くなるため、一部の電子が引っ張られます。これらの電子が引き寄せられると、バッテリーに流れ込み、逆方向バイアス接合部に電流が発生します。ベースピンの電圧が高くなると、トランジスタが完全に開き、より多くの電流とより多くの電子が P 型層に移動するため、逆方向バイアスを介して、より多くの電子が引き込まれます。また、コレクタ側と比較して、トランジスタのエミッタ側を流れる電子の数が多くなっています。今回の動画はここまでですが、電子工学について学び続けたい方は、ぜひ画面上の動画を一つでも見てみましょう。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。また、Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、そしてもちろんエンジニアリングマインドセット .com でもフォローよろしくお願いします。